こんにちは。フランス在住25歳の女です。今回はドライブ旅ということで、フランス、スペインの都市を6日間かけて回ってきました。私の語学学校が2月中旬から3月頭にかけてプチバカンスに入ったので、それに合わせて1週間車が大好きなフランス人の彼と2人で休みを取ってドライブ旅をしてきました。まずはじめにざっくりどこら辺にいたのかっていうのを簡単にアプリで作ってみたのでお見せしますね。まずは最初の目的地ボルドーを目指して出発しましたが、途中で彼の祖父母が住んでいてふるさとの町だということでサントという町へ寄り道しました。そしてボルドーへ向かい一泊しました。次の日、ヨーロッパ最大の砂丘がある海沿いのアーカッションで一泊。次はバスク地方のビアリッツ・サンセバスチャンへ。ここでスペインに入りました。そしてそのままサラゴーサへ向かい、ここで一泊。次の日に今回の旅のメインといっても過言ではないバルセロナで2泊しました。その後は南フランスのカーカッソンに寄り道してペズナで一泊し帰路に着きました。見てわかる通りかなり長距離を移動したので車で過ごす時間が長くて、最後の方は2人ともちょっと疲れちゃって1日早めに帰ることにしたんですが、とても充実していた旅でした。といっても運転の割合は彼8割私2割くらいだったので本当に感謝しています。ということでこのアプリによると約2000キロの旅でした。で、今回は第1弾ということでサントという町とボルドーへ行った様子をお届けします。ということで一発目サントに到着しました。このミニ凱旋門が可愛くて、あと反対側には素敵な景色が広がっていました。ここはなんだか有名な場所らしく、ここに連れて行きたいからと彼が言ってくれて寄り道をしたんですけど、残念ながら空いてなくて中に入ることができませんでした。外からでも見れそうということでトトロのような道を通っていきます。Where? Here was like that, but you see now is white. They clean everything. Ah. この柵の外側に今までのここの歴史みたいな写真がたくさん貼ってあったんですけど、なんか地元民が集ったりイベントやコンサートが開催される広場みたいな感じで今は使われているらしいです。調べたらアンフィシアトガロホマン、読み方合ってるかわからないんですけど、訳すとガロローマ時代の円形劇場というもので、フランス各地にこのような遺跡が残っているみたいです。有名なところだとリヨンとかもあるらしいです。で、当時は闘技場や劇場として使われていたらしく、こんな感じで古かった時代、昔の時代の写真を振り返ることができるようになっていました。で、このサントのものは1世紀に建設されたものらしく、すごく歴史を感じることができました。日が落ちると雰囲気がさっきとは変わって、これもまた素敵でした。すっかり夜ご飯の時間になったので、近くで美味しいレストランを探します。夜ご飯はここのクレープ屋さんへ入りました。フランスではクレープと一緒にサイダー、アップルサイダーというのを飲むのが定番みたいで、彼はそれを飲んでいました。
私は一番オーソドックスなガレットを頼みました。彼のはじゃがいもが入っているみたいです。ナペティ。デザートにはチョコのミニクレープを私は頼みました。このミニクレープが自分的にすごく美味しかったです。お腹を満たしたところで今日の宿泊地ボルドーへ向かいます。ボルドーに着きました。10時前くらいに着いたので、この日はおとなしくホテルでゆっくりしました。おはようございます。ということでホテルの朝食をいただきます。そういえばチェックインした時に部屋を取った方が良かったなと出る時に思ったので、出る直前で汚いんですけれども取ってみました。こんなお部屋でした。チェックアウトして特に行き先も決めずに外をお散歩することにしました。この奥に見えてるのがボルドーで有名なワインの博物館ラ・シテ・デュ・ヴァンなんですけど、私たちは今回は行きませんでした。このガホンヌという川沿いをお散歩したんですけど、すごく気持ちよかったです。たくさん地元の人たちが走っているのも見ました。正直ボルドー来るまではボルドーのイメージってワインしかなかったんですけど、来てみたら意外と街並みがすごく素敵で住みやすそうな街なのかなと勝手に思ったりしました。ボルドーにはミホア洞という水面に反射して鏡のように見えるっていう人気スポットがあって、そこに着いたと思ったんですが、冬は凍結のリスクがあるため水が張られていないことが多いらしく、鏡のような景色を見ることはできませんでした。お昼ご飯はここでピザをいただきます。From Italy? You don't drink? We don't have now. Merci beaucoup. お昼ご飯を食べた後も続けてボルドーの街を散策していきました。ボルドーではワインを飲むわけでもなく、有名なレストランに行ったわけでもなく、ふらっと散策して街の雰囲気を楽しむような感じだったんですけれども、川沿いだったり街並みが素敵で、また訪れたいなと思う場所でした。次は水の鏡が見れたらいいなと思います。ということでドライブ旅第1弾はここまでということで、次の目的地に行きたいと思います。次
次の目的地はアーカッションという場所で、ボルドーから結構車で1時間くらいで着く場所なんですけれども、そこにはですね、ヨーロッパ最大の砂丘と言われるドゥン・ドゥ・ピレという場所があるんですね。ここは結構私が今回の旅で一番好きだった場所だったので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。